つも言うのは、ちょっと待てと。はい。その前に、今やるべきことというか、見つめ直すことはありますよねと。気づけば、基本がほぼやってないじゃんと。気づいたら我流になってる。こんにちは、まんじです。このチャンネルでは、14歳から働き始め、21歳で起業、そして現在までに300億円以上を売り上げた経験で培った組織づくりや育成、思考などについてお話しています。もし興味があれば、見てください。はい。ということで本日もよろしくお願いします。お願いします。本日のテーマが、成果が落ちたら工夫じゃなく基本を疑えというテーマに沿ってちょっと今日はお話をお伺いできればなと思っておりますが。はい。そうですね。特に、営業とかですね、目に見える成果が求められる仕事では、なんか最近取れないなとか、うまくいかないなということ、あると思うんですよね。はい。でも、やってればやっぱりそういう時もあると思うんですけど、大事なのは、その時の、向き合い方かなと思います。なんで結果が出なくなるんだろうと理由なんですけど、特にだから営業ですかね。営業だと思って聞いてもらえればいいと思うんですけど、大体理由って似てるなと思ってまして、結果が出ない時多くの人がやってみるとかやろうとすることってなんか新しいやり方試してみようとか、もっと工夫しないといけないんじゃないかとか、自分に合ったやり方をやっているとか、こんなこと多いかなと思いますよね。なるほど。いつも言うのはちょっと待てと、その前に今やるべきことというか見つめ直すことはありますよねと、やっぱり本質は基本にあるんですよね。基本、基本を徹底する重要性。多くの場合って結果がなんで落ちたかなって掘っていくと、基本をおろそかにしていたり、基本ができてないってことがほとんどなんですよね。営業で言えば、例えばお客様のお話しっかり聞けてますか、とか、商品の魅力ちゃんと伝えられてますか、そもそも提案自分よがりになってませんかと、相手に合わせてますかと、クロージング適切にやってますかと、そもそものアポ数や訪問数足りてませんかと、このようなやっぱ基本みたいなものが知らないうちにやっぱ抜けてってるんですよね。気づかないうちにやっぱり自己流、我流みたいになっていくっていうパターンが、いわゆるだから俗人的にやってるパターン。基本は基本だから、最初はやっぱりわからないから、基本に忠実にある程度やってたんだけど、いつの間にか確認もしないし、自分のオリジナリティをなぜか足していって、気づけば基本がほぼやってないじゃんと。こんな感じがほとんどですよね。だからやっぱり自己流は基本の上に成り立つものだから、だからあんまり僕らは自己流って言わないんですよね。基本の上にその個性とか強みを発揮してやると。いつも言いますけど、0から60ぐらいが基本ですと。この基本をちゃんとやった上で、この60から上はその個人の強みとか個性で、100の人もいれば120の人もいれば80の人もいるよと、こういう考え方なんですよね。なるほど。なぜ基本が大事かっていう話で、よく僕は家の話とかするんですけど、家の基礎に例えると分かりませんかと。家の基礎、土台がグラグラな家、要は基礎が全然ダメな家って、どんなにおしゃれでもどんなに立派な上物でも不安定ですよねと。営業も同じですと。土台、要は基礎ですね、家で言うなら。基本ができてないとすぐに崩れますよと。台風が来たら崩れるかもしれないし、地震が来たら崩れますよと。でも基本がしっかりしていれば、一時的にうまくいかなくてもすぐに立て直せますし、逆にうまくいかなくても考えることってその上の話だから、そんな難しくないというか、シンプルにもっとこうしたらいいっていうふうのは言えるんですけど、とにかくやっぱり基本がもうおろそかになっちゃってると、結構立て直さないと無理なんですよね。そうなんですね。ではやっぱり基礎が一番大事ですと。しっかりした基礎があって、その上にね、骨格というか枠組みがあって、エクステリア的に壁とか、屋根とかくっついていくわけですから、一番大事なのはやっぱ基礎。壊れないために一番大事なのは基礎なんですよね。基礎さえあれば、ある程度エクステリアはね、変えられたりとかしますけど、基礎を変えるってなった瞬間に全部取り壊さなきゃいけないんですよね。だからこそやっぱり当たり前をちゃんとやるっていう強さを認識することが大事ですと。当たり前をちゃんとやる。当たり前のことをバカみたいにちゃんとやることですと。
やるべきことをやる、毎日丁寧にちゃんとやる、こうやって基礎をやるべきことをやるんですよ。はい。これができて初めて、先ほども言った通りに自分のらしさとかですね、工夫っていうのがやっぱり生きてくるものなので、とにかくやるべきことをしっかりやりましょうと。なので基本を徹底しようとですね。あとはもうオプションですけど、長く成果を出すために必要なことは、継続は力なりっていうことわざの通りなんですよね。成果を一時短期的に出す分には、いくらでもいますけど、成果を出し続ける人の共通点。これはやっぱりね、基本をやり続けていることですよね。なるほど。会社としても求めているのって一発屋ではなく継続できる人ですよ。それこそがある意味本当のプロフェッショナルであると。ということだと思いますね。なるほどですね。スポーツの世界でも全く同じですね。そうですね。家を例にしましたけど、いつもスポーツなんかも言っていて、ちゃんとね、サッカーであれば、例えばパス、基本のシュート、こういったものがやっぱりおぼつかない人って試合にすら出れませんし、野球だってそうですよね。取る投げる、キャッチボールとかしっかりできていない人は、そもそも試合でね、ちゃんと投げれるわけがないんだから、蹴れないとかね。当たり前のことなんですよ、スポーツで考えると。でも仕事においては、なんか基本ってちょっとやっぱり、ないがしろにされがちというか、結果出せばいいみたいな風潮もやっぱあるところもあるので、でも継続して結果を出すためにやっぱ基本ってすごく大事で、ってことですよね。いや、おっしゃる通りですね。なので、結果が落ちた時は、やっぱ基本に立ち返りましょうと。で自己流の前にやるべきことをやるんだと。で当たり前のことをバカみたいにちゃんとやる、できるまで。そしてそれらを継続することで継続は力になる。なるほど。どんな時もまずは基本ですと。ここに立ち返れば、また必ず結果が出てきますよと。そういうふうに教えてますね。結果が落ちてる人っていうのはもう、基本的な部分が本当に皆さんないがしろになってるケースが多い。そうですね。営業は特にそうですね。なるほど。僕は数多くのことをやっていて、あんまり頭に置いておきたくないんですよ。っていうのは覚えておきたくないんですね。そんなにいっぱい覚えられないんで。だから結局2つのパターンしかないなと思ってて、要は頭じゃなくて体が覚えるまで習慣化するか、もしくはもうチェックリスト形式でやることをやっぱりチェックリストの通りやっていくか。ほとんどの仕事もどっちかしかないかなと思うんですけど、習慣化するにですね。どちらかというと前者で、なんか体で覚えるとか感覚値で覚える人が多くて、これをもう一旦できるようになると、僕からするとできるじゃないですか。やれるようになると、マニュアルとか見なくなって、いつもやってるからできますよみたいな感覚値になって、気づいたら我流になってる。ちょっと基本に立ち戻ろうとしても、今更そんなこととか、そんなことやるよりこっちの方が取れるよみたいな。一時のやっぱりそういうものに振り回されて、結果、成績下がるとか、それ以上上がらないとか、そういうことが多いですよね。なるほどですね。ありがとうございます。なんで営業とかもよくありますけど、意外とビギナーズラックみたいなのあるんですよ。というと？要はビギナーズラックが起こる原因って、初心者がやってとか、わからない人がやるときに、わからないからこそ、そのマニュアルとか基本に沿ってやるんですよね。わからないから。でもそうすると取れるんですよ。最初忠実にそうやってやってるはずなんですけど、ちょっと取れて過信してきたりとか、慣れてくると勝手に我流が入ってきててで成果出なくなっていってあれってなるんですよね。なるほど。そんなことばっかりかなと思いますけど。面白いですね。なので結果が出なくなった時の考え方と対策としては、それを解決するような魔法のような方法はないですよ。原因のほとんどは基本をおろそかにしていることなんで、基本に戻ってしっかりそれを忠実に実行していくことをやりましょうということですね。ありがとうございます。今回以上になります。もし最後まで見ちゃった方、少しでも気づきになった方、良かったなと思ってくださる方が少しでもいらっしゃったら嬉しいです。ありがとうございました。